おはようございます。画家のギソです。今日の動画はですね、こちらですね、逆光で、人物の顔を描いてみたという動画になっております。逆光どうやって描くのっていう感じかもしれませんけども、これぐらいでも結構逆光に見えますよというところを丁寧にお見せしておりますので、ぜひ楽しんでみてみてください。どうぞ。それでは解説をしていこうと思います。今日は影、逆光の描き方ということでお届けしようと思いますけども、まず水だけで、ここ一番大事なところですね。光と影が激しくぶつかり合っているところ、まずここ一番大事なポイントだと思います。水だけたっぷり、透明水彩ですね。今回は、キャンソン紙という紙に書いております。ちょっとですね、謝らなきゃいけないことがあってですね、これ動画の編集上、トランジェッションといって3秒から5秒ずつぐらい繋いでいくんですけども、その間に、柔らかくふわっとボケるようにするのがあるんですけども、カクカクとなってるでしょ。それを付け忘れたまま動画を保存してしまったようで、前編はもう削除してしまいましたので編集できませんので、これは今回はカクカクと、よくある YouTuber みたいな感じですよね。よくありますよね。カクカクと、あーとかいーとかいうのを皆さん動画切るんですね。あれね、結構大変だと思うんですけど。で、切ってそのつなぎ合わせるところを僕は柔らかく絵の場合とかするんですね。大体ね。今回27分間しておりません。申し訳ございません。そして大きな土台。わかります？この光影のところだけしっかりとまず濃くしておいて、そこまた乾かないうちにギュッとちょっとカクカクするので少し見にくいかもしれません。お許しいただければと思います。ただ逆光の描き方みたいなのは分かりやすいかなと思いますので、非常に参考になる動画となっているかと思いますので、お水を影の中全面に多く塗りまして、少しもうちょっと暗めに頑張ってしてみようかな。ちょっと黄色も勇気を出して、髪の毛と肌の輪郭あたりのところ、そしてちょっと人の肌に近いような赤い色、暖色を置いてみました。これ結構勇気いるでしょう。なかなかね、突然暖色を置くとかっていうのも勇気がいるかと思います。ねえ、年を取ってくるともうあまり失敗も怖くなくなってくるんですがね、この動画編集に関してだけは若干やっぱ落ち込みますね。って今ね、録画し始めた時に気づいたというですね、申し訳ございません。大きな作りを今作って、で、ちょっと馴染ますように画面を動かしたりとかして、周りと溶け合うような感じにしていってます。少し後ろにこれは、吹きさち符かなんかを置いてます。絵の後ろにね。そうすると下の方に垂れていきますので、なんか垂らしたい方向に合わせて、紙をこのように斜めに置いてあげたりとかするようにしてもいいんじゃないかなと思います。その方向によって、だいぶ印象も変わってくるかもしれませんので、こういったことも参考にされてみてください。顔と髪の毛のベース、土台みたいなのは出来上がりました。土台ってすごい大事なんですよね。なかなかこれ難しいでしょ皆さんね。でもなんか本当にお化粧するときファンデーションとか塗るんでしょ。私もいつも塗ってますけども、お家建てる時とかっていうのを基礎とか言ってですね、ドライヤーで今完全に乾かします。上から下へとほらちょっとしてるでしょ。こういう風にちょっと風の向きも少し考えてあげて、基礎とかっていうのを作ったりねする初めにやるんですけども、例えば杭を打つなんて聞いたことあるかもしれませんけども、ああいったことってすごい大事なんですよね。私が住んでいる佐賀県っていうのは軟弱地盤といって、要は埋め立て地なんですよね。干拓地なんですけども、だから掘っていけば2層目を塗っていっております。何の話とねって感じかもしれませんけども、目ん玉を除いて塗っていってますね。これね、目ん玉とあと歯やったかな。で、そういう軟弱地盤とかになると木杭が案が良かったりするということで、木の杭やったりうち木杭なんですよ。ね、結構コンクリートとか多いと思うんですけど、木杭なんですよね。なんか東京駅かなんかの改修工事かなんかしたら木杭が出てきたっていうので、木杭って実は案外土の中だと腐らないとかいうのね、なんかニュースで昔みたいな記憶があって、なんて昔の先人の知恵ですよね。なんかだからね、柔らかい土の上をふわふわふわと浮いてるような状態みたいな感じのことを佐賀県は言うて、教わったことありますよ。ということで今ちょっと暖色系を塗っていってます。うっすらやっぱり顔に塗ってあるので、特にコントラストの強いところですね、目のところ、ああいうところっていうのは目いきますけど、まず全面に逆光の木陰を塗る。そしてちょっと寒色系を塗っておいて、紫とか青かな、そういうのを塗っておいて、ですね、今暖色系を塗っていくというベースを作っていく。この土台作りですね。家作る時もそうですね。下が
やっぱり弱いとですね、上に地震など怖いですもんね。なんかね、何の話とんねんって感じかもしれませんけども。で、こういうふうにこう書いていっております。油絵なんかだったらば、例えばベルダッチオっていう初期ルネッサンス絵画テンペラ絵の具とかの下地なんかはテールベルトみたいな緑土みたいなの使われていたり、その後は土系の色か油彩だったり土系の色とかで初めに大きくこう作りを作って、色とかよりもまずこう濃淡をつけていくっていうね、釜井油とかグリザ油とかっていう方法やったりとか、そういうこうプロセスみたいなのっていうのがある絵と、ない絵もあっていいんですよ。私は別にこう否定しているわけじゃないので、ちょっとこう高揚している外を描いていっております。で、やっぱりこう土台みたいなのを作るということを覚えていくと、もっともっと初歩的な土台で言うと、もしかしてこれは紙というものが土台かもしれませんよね。指示体っていうんですけども、私の場合はキャンバスではなくて、日頃は白味と呼ばれる、板に、面布を貼って、これも土台なわけですよね。だから初めのその指示体の段階からやっぱりプロフェッショナルを目指していくっていう人はやっぱ選んであげないといけないというかですね、そこのところなんかこの安いのでいいわって言ってると、やっぱ上に描いていくいくら高い高級な絵の具使ってもなかなかこう難しかったりしますよ。やっぱり一番初めの紙選びとかそういったことも大事ですので、そういうところからもしっかり勉強されていくとね、皆さん長い人生ですのでね、皆さんも視聴者大体10代20代の方ばっかりみたいなんで、ジョークですよ。まだまだ制作を続けていかれるという方はね、そういうのも大事にされてみてもいいのかなというふうに思います。私自身はもともとは油絵を描きたくてキャンバスに描いていたんですけども、キャンバスというこのブツブツが気になりだしたんですよ。ブツブツブツっとしてますよね。キャンバスっていうのはすごい便利なところもあるんですよ。木枠に貼っているので軽かったり、剥がしてまた木枠を再利用、今また顔の土台3層目ですね、を作ったりとかっていうこともできますので、便利なところもあったりします。多少伸縮性みたいなのがあったりするとかね。でも、例えば細めのキャンバスみたいな売ってたりするんですよ。普通よりもっともっと目が細かい。で、そういったものを使えばいいんですけども、そういうのも使ってみても、それでもおじさんは、こう目のブツブツが気になって、描きにくいわ、みたいに思って、そんな時に大学生の時に、当時、大学院生の先輩から、小木さん、ちょっとさ、焼肉おごるから手伝ってよって言われてですね、本当ですか、わかりましたって言って、下地の地塗りを手伝ったことがあるんですね。僕それすごい良かったなと思って、今の学生さんなんかね、お金あげるから来てくれへんか言うてもなかなか来てくれなかったりするんですよ。ね、なんとかハラスメントになるから一応バイト代とか払うんですけど、忙しいですとかって言ってね、なかなか来てくれなくて、ね、多分これ視聴してる人のがそういうの、学びたいと思ってる人多いのかもしれません。デジタルで書くことが多くなってるのかもしれませんけどね。なんかそんなんで、何枚もその白味というのを塗る練習というか、それの場でしてみたんですよ。そしたら、こういう風にやんねやと。でも書きにくいんですね。初めはその吸収字と言ってですね、やっぱり初めからいきなりうまくいくっていうことはなかなかなくて、その吸収する下地がすごいこう、キャンバスの場合吸収しないので、書きにくいなとか、こう、キャンバスのこう、弾力というか、ボヨーンとなる感じが好きやっていう人も案外いますもんね。だからそれはもうそれぞれの好みですけども、やっぱ僕も初めは書きにくかったです。で、逆光の書き方の話せなあかんね。だからあそこのところすごくこう目のところですね、赤いの入れましたけど、すごい強調してます。あそこのところのコントラストみたいなのが画面の中である程度強い状況を保っていけるかどうかっていうことで、それによって顔の全体が影の中に入ってるっていうことがよりわかるんですね。光ってるところが見えることによって影というのが見えてくるわけじゃないですか。何でもそうですよね。明るいところあるから暗いとこ見えてくるとかっていうこと、全部が光の世界やったらね、もしかして何も見えへんかもしれないというか、影がない方は何も見えへんかもしれませんよね。逆に全く全部が影の世界やったら光っていうのは見えてこないわけですもんね。だからああいうところ光が当たっているというところをすごくこう大事にしてあげることによって、より逆光感というのが見えてくるわけですね。で、キャンバス、自分の下地の話になってくると、それで白味というのを覚えて、でも大学1年生、2年生ぐらいまではいろいろ試してみたんですね。キャンバスももちろんやって、その上にジェッソみたいなアクリル系の下地を塗ってみたりとか、いろいろ試してみました。で、テンペラ絵の具なんていうのでも試してみたりとかですね、いろんなことを試してみて。で、一番
確実に失敗もあまり少なくて、で、たまに失敗するんですけどもね、気泡ができたりとか。で、煮皮とかを湯煎する方法、僕は当時学生時代というのは、2リットルのペットボトルに、200グラムの煮皮を入れて、冷蔵庫で防潤と言って膨らますんですけど、それを湯煎する、溶かす方法がある。目書いてますね。で、溶かす方法はあるんですけども、溶かす方法はそのペットボトルのキャップを閉めて、お風呂を溜めてお風呂に入って、その残り湯の中にドボンとつけると、何時間かすると溶けていたという、なかなかそれを電車で持って行ってました。なんかこう、そんなこともしてましたね。湯煎して防潤して、防潤して湯煎かっていうことをしたりとかですね。そして目のとこを描いていってます。さあどれぐらいまで描いていこうかなということをここのあたりで、それでも影に見えるかなということをこう見ながらですね、一番コントラスト僕はそこを強くつけといて、あとは影の中で静かにこう色を整えていくという感じかもしれませんね。で、髪の毛もグググググと引き締めてみてとかっていうことをしています。で、白亜地というのとか、あとはエマルジョン地という、それに油分が入っている、ちょっと難しい話しすぎかね、下地も使ったりします。どういう用途で使うのって言ったら、ちょっとエマルジョン地の方が吸収が少なかったりするので、そういう絵を描きたいなっていう時に使います。どういう絵ですかって感じですけどね。説明って難しいね。言葉って難しいですね。もう YouTube 始めてより思いましたね。もうなんか年々こう、おじさんになってくると言葉を簡略に従うというか、わーっと説明しても学生になかなか伝わらなくて、あれ説明したつもりやけどなってよくあるんですね。そういうの反省しますもんね。ちょっとこう拭き取ってみたりとかしたのかな今ね。スポンジがポイッと右の方に行きました。そして目の中もちょっと描いていってます。やっぱりこれでも逆光に見えてきませんかね。もちろんもっとコントラストの強い激しい逆光を描くのもいいですけども、これぐらいでも実は見えますよっていうことを少し見てほしかったので、今回動画とさせていただきました。自分の下地みたいなの見つかってきて、白亜地とかなんかこうですね、例えば皆さん水彩画をされるなら紙の種類なんてもういっぱいあるわけですよね。私もそこまで使ったことないので、ちょっといろいろ試してみたいなと思うんですけども、ね、海外の紙とか高いですよね。ある種なんてめちゃくちゃ高かったりしますけど、海外の人に言わすとある種全然高くないですよって言うんですね。やっぱり輸入されてるものってやっぱ案外高かったりするのかもしれませんしね。なんかこうその辺っていうのも自分に合うか合わないか、好きな絵を描かれてる人がどんな紙を使ってはるかなっていうところから入っていけばいいんじゃないですか。私はこういう作画動画作るにあたってこのキャンソンボード、キャンソン紙っていうのを使うようになってきたんですけども、これはなんでかというと厚紙でなんで見栄えがいいというか、もうなんていうんですかペラペラっとした紙よりも僕は頑丈な感じが油絵描きだからどうしても好きなのか、これ販売中止になったそうなんで皆様買えないかもしれませんけども、あとは長いこと使ったのはワトソン使ってました。ワトソンという紙、日本の会社だと思いますけども、ワトソン紙というのを使って描いていました。それももちろんこう日頃の例えば屋外で描いたりする時とかもワトソンも使いますし、あとラングトンとかも使ったりしてましたし、ある種は買ったんですが、極厚めっていうのをあえて買ってみたら、ものすごいこう書きにくかったので、自分の中では最近使ってないんで、近々またチャレンジしてみやんといかんなというふうに思っていますけども、そういうのでいろいろ試してみるっていうことは大事かなと思います。あるじゃないですか。牛丼でも吉野家がやっぱり好きですっていう人もいりゃ、すき家の、私だとキムチ牛丼が好きなんですけど、牛丼が好きですとか、中尾がやっぱり一番美味しいわとかいう人もいればね、私のランプ亭とかまだありますか、そういうのが好きやっていう人もいるかもしれません。それと同じようなもんなんですよね。でもなんかこうよくこう人に聞いてっていう人いますけど、やっぱ試してみやんとわからんっていうところがあると思うんですよ。透明水彩も今はこれ、草壁さんが中心ですけど、ホルベインさんも使ってたりしたこともありますし、その辺が面白いんですね。非常にこう自分の成長によっても、その今描いてる絵によっても変わってくるということがありますので、そういうのがこう制作のすごい面白いところだと思います。画材なんかに関しても筆なんかもこれね、1年前には多分あんま使っていなかったけど、インターネットで788円かなんかで10本セットぐらいでめちゃくちゃ安かったんで買ってみたら意外と使えたぞみたいな、この白のね、竹崎のこれは笑いました。そうなんやってね。
だからそういうのも全然変わってくるはずです。細かい描写なんかには、この筆じゃない筆を使ってみようかなとか、大きい筆やったらこういうの使ってみようかなとか、平筆やったらこういうの使ってみようかなとか、そしてまだここ書きましたね。光と影の当たってるところ、ちょっと感触青っぽいの入れましたよ。だからどこまで暗く持っていこうかなっていうのは、この辺はすごく逆光の中のすごくデリケートな部分ですね。やりすぎたらちょっとあかんし、でもやらなすぎてもちょっとどっちかっていうと顔の中だいぶ描いてきたら顔のなんていうか構造自体が弱くなってきたように感じたんですね。構造ってわかりますかね。でその辺をこう描いていって、少し周りとか見ながら逆光感っていうのが少し出てきたなっていう感じがこう見て取れるんじゃないかなというふうに思います。そういうふうに画材って本当にそういう画材の会社の人とか、大体僕は知ってる人の範囲で、お話しさせていただくと、大体化学系の人が多いというか、理系の出身の人とかが多くて、なんかですね、例えば何々絵の具と何々絵の具混ぜたらダメなんですかとか、昔そういうの結構あったんですけど、僕もそういうの聞いてへーなんて思ったんですけど、でそういう噂ってその絵の具会社の人とか、絵の具を実際作ってはる人とかっていうのは結構敏感に聞いてはるんですよ。で、いや、小木曽先生、もうあれ大丈夫ですよとか、要はプライドあるわけですよね。これとこれ混ぜたらあかんとか、こういう風にやったらこうなったとか、なんかクレームが来たりなんかするのか知りませんけども、やっぱそういうのプライドがありはるからですね。案外だからもうね、昔言われてた噂とかっていうのは解消されていたりすることって多いですよ。だからそれで自分で試してみながら、あかんかったとか、よかったとかっていうことを試してみる方が、私はどっちかというと賢明なのかなっていう気がします。もちろんね、失敗されたくないのかもしれませんけど、なかなかそういう噂ばっかりに、踊らされても、ね、自分の表現の幅っていうのが狭くなっていってしまうかもしれませんので、その辺っていうのは、なんか楽しくやっていく方が僕はいいんちゃうかなというふうに思いますので、皆様もなんかね、あんまり噂に流されないようにした方がいいかなと思います。昔は絶対これとこれはダメとか、油絵の具とこれはダメ、どうですか、逆光、唇もある程度濃く描いていくことによって、そうすると人間の肌の方とかもう少しなんか造形的に強く描いていってもええんちゃうかなっていう気がしてきた感じしませんか？それは僕だけのせいですかね。なんかそういうのって本当に昔は結構そういうのあって、これダメなんや、これダメなんやとかっていうのがあってですね、私はそういうのを受験の時にもすごい聞いていて、で代表的な話で言うと、写実的な絵は東京芸大、ブルーピリオドに1巻読みましたよ。2巻3巻読もうかな思ってるんですけど、面白いですか？皆さんどうですかね。あれ女性の方なんですかね。なんか絵を見るとそんな感じがするんですけども、誰かコメントくださいね。1巻読んだら、こんな遠近法の方法ってあるんやっていっぱいあって、8個ぐらいあったから、僕大体4つか5つ言ってて、言葉がちょっと僕と違ったんですけど、似たようなニュアンスですよね。重なってるとかなんかとかって、あんなあんねやと思ってですね、面白いなと思いました。なんか結構本当にリアリティを持って書かれている芸大編とかもそういう感じで、芸大に入るんですかね、そういうのも書かれているという噂を聞いたんで、機会があれば読んでみたいなと思って、カクカクしかじかっていうやつですか、東村明子先生の、あれは面白かった。あれはもう最高に面白かったですね。僕も大学に学生に読みっていうことで置いといたんですけど、いつの間にか5巻か6巻まであったんですけど、2冊ぐらいしかなくなってましたね。大体そんなもんですよね。学生に本を貸すと7割方返ってこないですね。本どっか行ったかなという感じがするので、もうそこは諦めようかなと思ってるんですけども、なんか本当に東村明子さん、僕と同い年やから会ったことないですよ。受験の時とか学生時代の雰囲気がすごく分かりやすく、金沢美大かなんか行かれてるんですよね。で書かれているなーっていうのがありました。だからブルーピリオドの作者の方は多分僕より全然若いと思うんですけど、それでも東京芸大の油絵科の雰囲気みたいなの書いてあったりするんですかね。ちょっと山田五郎さんと何でしたっけ、オリエンタルラジオのあっちゃんの対談の動画を見たらそんなこと言うてたから、そうなんやと思ってですね、あれ面白いこと言うてたなと思って、山田五郎さんはもうなんか大学というのは技術だけを教えればいいんじゃないかみたいなことを言ってて、僕もちょっとそれ同意なんですよね。僕多分このこと動画の中で何度か言うてたんですけど、東京芸大という大学はコンセプトって言うて、もう考え方というかですね、そういうのをすごく私が学生時代に教わったんですよ。でも18、19、20歳の子が社会に対してどうだとかああだこうだとかって、なかなかそんなこと思いもつ
かないし、それすごくこう難しくもうね、物を作るのが好きやった人間が嫌いになっていくんですよ。本当にそれはそうで、それってちょっと不幸やし、僕も危なかったというか、私なんか先ほど言った先輩、下地を教えてくれた先輩が、青木さんもこのままでいい、ほっとけほっとけとかって言ってくださったいい先輩がいたんですね。もう続けた方がいいからとかって言ってくださった先輩やら先生方とかが周りにいて、でなんかもうまだコンセプトなんかもようわからんとかって思いながらもやってたけれども、徐々に自分しかないもんってなんやろなっていうのがようやく見えてくるのが、もうほんと30とかもう30超えてからかもしれませんし、でそのなんか山田五郎さんが言ってたのは、もうそういうことをねずっとやっていくんやから、結局技術とかをね、ないがしろになってしまって、もう技術とか教えといて、そういうの後々ついてくるのにねとかっていうのを言ってはって、僕もこれは昔から結構言ってるというか、私が九州のここの大学に来た時も悩んで書けなくなってしまうのが一番不幸やなと思って、まずしっかり書けるだけの技量を身につけた方がいいですよっていうふうに、写実的に書けとは言ってないんですけども、書けた方が多分後々こういうのやりたいとか、ああいうのやりたいっていうのがもっともっと出てくるし、情報も入ってくるしですね、後ろの方書いていってます。でそういう時に描ける技術とか持っていた方が私はいいと思って、これだけの作画動画を作っているわけですよ。水彩絵の具ってこういうふうに使ったらこういう風になるんやでとか、私も実験しながらこういう風に失敗したんやでとかっていうことも教えたりですね、皆様もそうやってですね、書きたいものとか自分らしいものとかっていうこと、よくこう22歳の、就職活動をしている子とかに、あなたは何者的な、そんな映画もありましたよね。何者的なことを問うていくっていう感じがあったりするけど、まだ22ぐらいじゃ何にもなってないっていうのが、皆様もどうですか？ 22 歳ぐらいの時って大人でした？私なんかもう子供中の子供でしたよ。本当にもうそんな感じの、学生でしたから、それよりももちろんそれで悩むよりは、今描ける力を身につけるということをしておいた方が、なんか社会に出た時にそれが役立ってくる。それが、芸術家にならなくとも、なんか美術の仕事、携わるような仕事、美術の関係の仕事とかについた時に役立つ可能性というのが大いにあるんじゃないかなというふうに、髪の毛とかを描きながら、今日はなんかひどい脱線になってしまいました。ラジオのように今日の動画なんか使ってもらえたらと思って、なんかですね、なんかこうちょっとこう今録画しているのが何日や18、19日なんですけど、とある大学のセンター試験、大学共通試験の会場の前でちょっとなんか事件が起こったという報道があって、あれ見たときになんかね、切なくなりましたよね。ちょっと勉強のできる学校の子がもうちょっと勉強に挫折してしまったか何かで、なんか変な犯行に及んでしまったとかいう、いやーなんかね、切ないなと思って、そんなことを今多分話し出したんだと思うんですけど、学歴、僕なんか、美術系の大学の中では一番の学歴を持っていると自負しているというか、日本の中でですね、東京芸大の一応首席ですからね。でもやっぱり死ぬほどそれでも悩むんですよ。どんなにいい大学に行こうが、どんなにいい、もうそれでも本当にこんな古臭い仕事やめちまえみたいなことを大学時代に言われて、でもなんかコツコツ僕はそういうのをちゃんと無視して、自分のらしいのって何やろなっていうのを当時は焦りながらですけど、今はもう焦らずに、なんか楽しく、もうストレスなく、ストレスあるかな、いろんなめんどくさい仕事してますけどね、やってこれてるのは事実かなと思いますのでね、若い人、この学歴が全てじゃないと思いますんでね、やっぱりコミュニケーション能力つけた方がいいっていうのは僕はよく言います。でも私コミュニケーション能力苦手ですっていう人はね、ぜひね YouTube やってみてください。公開をせずに自分だけの公開にして、カメラの前で喋ってみる、面白い漫談を滑らない話を練習してみる。それで、それを撮って自分のためだけに公開し続けてみてください。多分コミュニケーション能力上がりますよ。こういう風に見られてんやとか、こういう風に話が聞こえてんやとか、なんかそういうのを本当に身につけておいた方が、学歴だけではないと思いますので、多分これから、インターネット社会になっていってもコミュニケーション能力っていうのがあったに越したことはないんじゃない、何の話をしてんねんっていう感じですね。書き込みもしていって、ハイライトのとこほぼいじらずに、顔のハイライトのとこほぼいじらずに、という感じで進んでいきました。パレットをなるべく大きく見せていったのは、このぐらいちょっと微妙な色を混色しながらパレットを洗い、描いていったというところもお見せしたくて、今回このような形にいたしました。
今回カクカクしてしまってすみません。こういう感じでさあどうかなああかなっていうことを迷いながら書いていって、ちょっとだけ輪郭をぼかしてみようかなとか、洋服のシワも少し書いてみようかなとかっていう、ことを思っております。本当に学歴だけが全てじゃない。学歴があったに越したことはないと思います。美大なんかもやっぱいい大学行ってる方がというのはあるのかもしれません。それは評価は分かりませんが、もし絵を売るとかなってきたらそういうのを判断材料にされる人もいるかもしれない。逆にも全くの独学ですっていうことで絵の具作りから自分で自作でやってますぐらいの感じになってきたら逆に振り幅が効いて面白いわけですよね。もう自分で全部こうやって、絵の具なんかもアラビアゴムと何かグリセリンかなんか混ぜるのかな、やって透明水性で私作ってますぐらいのことになってきたら、もうこれ全部独学で本読んでやりましたぐらいに振り切ってしまったら、それはそれで面白いわけじゃないですか。なんかその辺が中途半端になんかこうコンプレックス持ち続けるんやったら逆に振り切ってしまった方がいいと思うように、なってきましたよね。私自身の考えもなってきました。という感じで、どうでしょうか、いかがだったでしょうか。ちまちま逆光の中の女性を描いてみたということでございます。最後はディティールを書いていって、今日はなんかひどい雑談となりました。あと5分すれば授業が始まりますので、ぼちぼち、学生の授業のところに行ってまいりたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。髪の毛も細かく描いていっております。現場からは以上です。ご視聴ありがとうございました。どうだったですか？これぐらいね、明るく描いてもなんとか逆光に見えるということがお見せできたんじゃないかなというふうに思いますので、皆様も制作の時、光の設定とかね、大事にぜひされてみてください。頑張ってくださいね。では、チャンネル登録よろしくね。SNS もやってます。よろしくね。よろしくね。